三重県の伊勢市やってまいりました。伊勢といえば伊勢神宮ですよね。2000年前に創建されて全国8万社の神社の中心地、そして伊勢といえば水の町、五十鈴川をはじめ宮川、瀬田川と水が多い地形、つまり南側にある山地から流れてきた川が平地を作っている。そしてその平地を流れている川が江戸時代までは水運にも使われていました。非常に多くの物資を町に運んでくるとても大事な川だったと聞いています。そんな伊勢市なんですけれども、時代とともにいくつかの川が暗渠になってしまいました。今回は古くから伊勢神宮と町を支えてきた伊勢の暗渠道を巡りたいと思います。向こうに見えるのが勾玉池。やっぱこういうのを見ると入り口と出口が気になります。大抵街の中ポンと池があるところあるじゃないですか。必ず出口と入り口があるはずなんですよ。稀にここで湧いて流れ出る水があると思うんですけど、にしてもどっかに流れ出るはずだから必ずその先には川がある。で川が地図で見えなかったら暗渠道。結構地図を見るともしかして暗渠かもってとこがね、今ここですけど拡大すると、なんか街中に水路が。ってことは短いけどここは暗渠道ですよね。ではじゃあ暗渠とおぼしきところ、早速行ってみましょうか。あ、ここもすごいやっぱ水が綺麗ですね。本当だ。これを渡った向こう、橋があるのに向こうは駐車場になってる。暗渠場って細長く切り取られたような場所だから、実はこういう駐車場の場合もあるし、駐輪場なんかに使われること結構多いんですよ。多いですね。この川の名前なんですけど、豊川っていう川です。この裏あたりで川が途切れてますね。こっからじゃあどこが暗渠でしょうかということになるわけですよ。川がこう来て、上に蓋がこう並んでいたっていうこの痕跡です。なんかこう切れ目が蓋をはめ込んで作られたっていう。この歩道も実は不自然なんですよね。一段高くなってるのもそうだし、ガードレールもないし、おそらく昔ここに川が流れていて、その護岸代わりになってたんじゃないかな。こう来てこれがこの川幅になりましたね。これも 100% ありました。暗渠だなっていう。向こうに棒が一本立ってるじゃないですか。これ車止め、重い車が入ってこないように守ってるわけですよ。なんでかっていうと下が脆いから。立派な暗渠サインなんです。これは豊川の流れの一部でやることは間違いない。これ下通ってますよ。下ってお家の下ですか？ええ。これ川の上ですよ。この下も通ってるはずです。このおお、すごいですね。なるほどなるほど。あ、まさにこの下が。こんなの別に喜ぶことではない。雨降ると水がつくんです家。なのでなくしてほしいんやけど、何年か前にね、ここの通り全部つきました。から張ってくるんです。
そうですか。それは大変でしたね。これもね、このと思うなくしてほしいと思うんですけど、うんうんうんなかなかそのことできないでしょうね、多分ね。なるほど。これお金払ってるんですよ。河川使用料。地図のね、絵を描かないかんだもんね。一この回絵を出さないといけなかったんですよ、あー市役所へ。これは断面図ですね。用地の使用許可。どんな条件でどっからどこまで、いつからいつまで。昭和16年。これは私の祖母です。これ1万6千払ってますので、1年に1回です。ほんでこの支援になったもんで5670円になった。ここです。わあ、本当だ。ありましたね。おお。これか。それでね、私なんかこの木を切ってくれるように頼むんですわ。つまらないように。この下流れとるんです。あそこからがわからないです。子供の頃にね、はいここが台風の時にここに鯉が泳いでおったんが濃い。あそこのね勾玉池から流れてきた。どっかで繋がったんでしょ。歩道になってますけど、この下川ですね。ここは清川と呼ばれるところなんですけども、断面図を見てるみたいで面白いですよね。この先がもう面白いんですよ。水量吹いてるから音が聞こえるかもしれない。聞こえる。せせらいでます。ここがね、僕、はいたまらなく好きなんですよね。そして駐車場と、俺も見事ですね。お、橋ですね。暗橋って勝手に作った言葉なんですけど、はい暗渠に架かる橋のことですね。この辺が暗渠天国。実用度が高いこんな道でちゃんとこの実用にならないようなものが残っているところがすごい伊勢市あっぱれですよね。僕がちっちゃい頃はまだ全然ありましたから。あ、そうですか。大雨が降るとそこから魚がバーッ流れてくるんですよ。堀ので波持って行ったり。どんな魚取れました？そんなぐらいかなとかちっちゃい鯉ぐらいじゃないですか。結局神宮と庶民の場所との境目。境目みたいなことは聞いたことあるけど確かじゃないかもわかんないですよ。このアーケードを抜けたところに素敵なものが待っているはず。あったーすごい立派立派立派。昭和3年。おそらくここで水を使って体を清めるそんなことをして伊勢神宮に向かった方も多かったんじゃないかと思います。そんな大事な川の大事な橋が今でもこうして残ってるのがすごいなと。